写真、動画ともに自撮りは自分を表現する方法として一番ダイレクトです。自分がどういう人物であるか、どんな容姿をしているのか、まさに鏡のように画面を通して直接見る人に伝わります。普段何気なく撮影する自撮りにもコツがあります。撮影した自撮りに満足できない、もっといい自撮りがしたいっていう場合なら、コツを抑えるといい自撮りができる可能性があります。今回は自撮りのやり方です。こんにちは、かきです。自撮りはカメラを手に持った状態で撮影することがほとんどです。カメラを手に持った時に一番気になることが撮影をする画角です。カメラを手に持っている以上、自分とカメラの距離には制限があります。基本的に自分の腕の長さ、自撮り棒やカメラの手持ちのスタンドを使っても、カメラを自分から離すことができる距離には制限があります。腕の長さという距離で自分自身、また自分を含めた周りの環境を映すには広角の画角が必要になります。ほとんどのスマートフォンやアクションカメラはレンズが基本的に超広角になっているので、自分の腕の長さの距離でも十分に撮影をすることができます。一眼カメラの場合、レンズを選択する必要があります。一般的に腕の長さの距離であれば、レンズの画角は 24mm 以下になります。この画角であれば、自分を含め周りの環境を映しながら撮影をすることができます。標準レンズや望遠レンズだと、自分の顔だけとか、鼻しか映すことができなくなるので、広角を選択しましょう。スマートフォン、一眼カメラ全てに言えることで、広角の画角で撮影するときに知っておきたいことがあります。広角で撮影をすると画面には歪みが発生します。これは広角で撮影する以上避けることができません。広角のレンズが捉える広い視野の映像を動画や写真を見るスクリーンの縦横比の大きさに押し込むことになります。当然、歪みが発生します。この歪みは基本的に画角を広角にすればするほど、そして画面の中央から端に行けば行くほど大きくなっていきます。歪みの大きい場所に自分自身を入れてしまうと、自分も知らない人が映ってしまうことになります。広角では画面の中央付近が一番歪みの少ない場所です。カメラを手に持っているという状況では制限があります。でも、なるべく自分自身を歪まないように撮影したいのであれば、自分自身をなるべく画面の中央に入れて撮影することです。これを知っていると、画面の中に複数人入れて写真を撮るときに、なるべく自分自身は中央付近に入って撮影したいと思うようになります。自分は何食わぬ顔でしれっと画面の中央に入って、一番綺麗に映るポジションをゲットするのも、何がとは言いませんが、一つのコツだと思います。手持ちの撮影でもう一つコツがあります。カメラを手に持つので手ぶれが発生します。手ぶれ補正機能があるとはいえ、手ぶれは少ないことに越したことはないし、手ぶれが少ない方が映像は綺麗になります。特にこれは写真よりも動画の方が効果が大きいかもしれません。アクションカメラやスマートフォンくらいの手に収まる大きさであれば、手の中にしっかりと収めましょう。手とカメラの接点が少ない状態だとカメラは不安定になりやすいです。手とカメラを密着するように持つようにするだけでかなり安定した映像を撮影することができます。特にスマートフォンは自撮りでは持ちづらい形になっています。自撮り棒やグリップをつけることでより安定させることができます。手ぶれを抑えるのが一番難しいのが一眼カメラです。一眼カメラの大きさ、重さ、そしてカメラを自分に向けた状態では一番持ちづらい形をしているので、手ぶれが大きくなってしまいます。一眼のカメラを持ちやすくするために手持ちのスタンドやグリップを使って自撮りをしているのをよく目にします。でも、カメラのブレを抑えるという点ではあまりいい選択肢ではありません。手持ちのカメラのブレは限定的に言うとレンズの動きが大きくなればなるほどブレは大きくなります。カメラを持つ手をカメラを支える視点と考えると、グリップやスタンドがあるとその分手とレンズの距離が大きくなります。視点の動きは視点からの距離が大きくなればなるほど比例して大きくなります。さらに視点からの距離が大きくなれば不安定にもなります。学校の授業で居眠りしたり、教科書に隠して漫画を読んでいなければ一般的に理解していることだと思います。一眼カメラの場合、特に大型のものである場合は、レンズを持つことがブレを少なく、そして安定した映像を撮影できるということになります。レンズを持つことのメリットは他にもあります。レンズを持つことで自分自身とカメラの距離を物理的に離すことができます。これはわずかな差ではあるんだけれども、カメラ本体やグリップを持つ時と比べてより遠くに
カメラを離すことができます。周りの環境をより広く映すことができるし、さっきも話した画面の歪みを少なくしたい場合には、レンズの画角を標準寄りに少しだけ稼ぐことができます。わずかな差ではあるんだけれども、映像を作るクリエイター視点にとってはとても大きな差です。そしてグリップやスタンドが必要ない分、軽くすることができます。一眼カメラは基本的に重いです。そこにスタンドやグリップをつけてしまうと、さらに重くなってしまいます。カメラを長時間持ったり、自由に動かすことが大変になってしまいます。スタンドを使いたいとき、僕の場合であれば、あらかじめカメラにプレートをつけておいて、小さなスタンドや三脚に付け替えることができるようにしています。この動画を撮影している時点では、僕の中では一番の解決策になっています。自撮りをするときに気をつけたいのが目線です。特に目線を見る人に合わせたいときです。自撮りをするときにスマートフォンの画面やカメラの画面を見たまま撮影してしまうと、自分では見る人に目線を合わせていると思っていても、結果は違います。自撮りをするときは自分がどう映っているか気になるので、常にモニターを確認したくなります。自分の目線を見る人に合わせたいのであれば、モニターは見ないようにしましょう。カメラ目線。具体的に言うと、レンズ目線にすることで、見る人に目線を合わせることができます。モニターで自分がどう映っているか、あとは調整や設定の確認をしたら、目線をレンズに向けて撮影をしましょう。人間の目の動き、目線というのは、人の話す言葉と同等に相手に情報を伝える力を持っています。特に日本はそうみたいです。視線がずれたまま写真を撮ったり、特にこういう風に動画で話をしている時には、見る人にとっては、こいつはどこを見て話をしているんだっていう風に思うかもしれません。目線が見る人に合うと、表情や話の説得力がより強くなります。見る人に目線を合わせたい場合は、レンズ目線で撮影をしましょう。自撮りをする上でも構図は重要になります。この場合でいう構図は自分を写す上で必要最低限、または必要十分の構図で撮影するということです。写真であれば自分の表情、動画であれば話しているところに注目をしてほしいのであれば、自分の周りの環境の情報をなるべくカットした方が映像の中であなたがメインであることが見る人にすぐ伝わります。逆に周りの状況、自分がいる環境を見る人に伝えたいのであれば、より広い視野で映像を映す必要があります。これは当たり前のことではあるんだけれども、実は意識して撮影することはとても難しいです。特に Vlog では常に広角で広い視野を映したままになることが多いです。広角のまま撮影を続けてそのまま話をしてしまうと、見る人にとってはあなたと周りの環境どちらを見ればいいのか、話をしていても話す内容が伝わりづらいっていうことが起こる可能性があります。話したい情報をメインに伝えたいのであれば、顔にクローズアップしてノイズとなる周りの環境の情報はなるべくカットした方が良い結果につながります。広い視野の映像、そしてクローズアップした映像っていう2つの映像を組み合わせることによってメリハリをつけることもできます。映像の中が全て同じ画角だと眠たい映像になってしまいます。注目したいものに必要な画角に変えて撮影することによって映像に緩急がついてメリハリをつけることができます。その時に必要な最低限、あるいは必要十分な情報を画面に収められるように構図を意識することによって映像全体の情報のまとまりが良くなって映像のクオリティが上がります。当たり前のように感じるけれども、実際やってみると難しいです。最後に自撮りをするときにおすすめの機材を紹介します。自撮りはカメラを手に持って撮影するだけではありません。カメラと自分が離れていても、カメラを自分に向けて自分をメインに映すのであれば、全て自撮りになります。三脚は自分からカメラを離して撮影するための機材として一番メジャーです。三脚は一眼カメラだけではなく、スマートフォンやアクションカメラなど全てに使うことができます。特に一眼カメラの場合は、手持ちの撮影の時にはレンズの選択肢が広角に絞られてしまうけれども、三脚を使うことによってレンズの選択肢を増やすことができます。広角の撮影では映像の歪みが大きいけれども、歪みの少ない標準レンズや望遠レンズを使うことができます。三脚と合わせて持っておきたい機材がリモートシャッターです。カメラと自分の距離が離れるということは、シャッターボタンを押すことが難しくなってきます。動画の場合であれば、撮影開始ボタンを押してカメラの前に行ってアクションを起こしてカメラに戻って撮影を止めるということをしても、
編集でいらない部分をカットすることができます。写真の場合はとても難しくなります。解決策の一つとしてセルフタイマー機能を使うことです。でもセルフタイマーの制限時間内に自分の求めることを全てやるのは難しいと思います。リモートシャッターがあればこの問題をほぼストレスがないレベルまで解決することができます。動画も写真もこのリモートシャッターを使うことで撮影の幅を広げることができるし、効率的に撮影をすることができます。できればワイヤレスのリモートシャッターをお勧めします。一眼だけではなくてスマートフォンにもこのリモートシャッターはあるのでチェックしてみるといいかもしれません。リモートシャッターを使って撮影をしたら手に持っているリモートシャッターが映ってしまうんじゃないかって思うかもしれません。そういう時はセルフタイマー機能を合わせて使いましょう。セルフタイマーの設定をしてリモートシャッターを押して撮影が始まる前にリモートシャッターをポケットや見えないところに隠して撮影すれば問題ないと思います。三脚の他にゴリラポットのような小さな三脚もおすすめです。場所を選ばずに撮影の選択肢を増やすことができるので持っておくといいかもしれません。ただ場所や施設によっては三脚のような機材の使用が禁止されているところもあるので注意しましょう。人の多い場所で自分の撮影をするためだけに三脚を使うのは他人への迷惑になります。トラブルを避けるためにも注意をして使いましょう。スマートフォンで自撮りをする場合、スマートフォンを固定するホルダーがあるとより高品質な映像を撮影することができます。写真の場合、スマートフォンを好きなところに固定することができるし、アングルも自由に変えることができます。動画ではスマートフォンの形状から長時間持つことは難しいけれども、ホルダーがあればグリップをつけることもできます。特にホルダーに他の機材をつけることができるアダプターがあるとより高品質な撮影をすることができるかもしれません。小型のライトやマイクをつけることができれば撮影の選択肢を増やすことができます。あとさっきも出てきたこのミニライトです。撮影する環境にいつも十分な光があるとは限りません。特に夜になると自撮りをするには暗すぎます。スマートフォンや一眼のカメラにマウントすることができる大きさのライトだけでも夜の撮影に必要な光の量を確保できるかもしれません。ミニライトは持っておくといいアイテムの一つです。動画を撮影するならマイクも必要になります。一眼のカメラやスマートフォンのマイクは高音質な録音をするには向いていません。自分の声を聞く人にはっきりと伝えたいのであればマイクを別に用意する必要があります。スマートフォン、アクションカメラ、一眼のカメラそれぞれに専用のマイクがあります。動画の録音を高音質にしたいのであればマイクもチェックするといいと思います。自撮りは簡単にできるし実際簡単にできます。でも見る人に自分の意図を正確に伝えたいのであればコツがいるし簡単ではありません。基本となる知識やコツを抑えることによってより高品質な写真、動画を撮影することができます。自撮りといっても撮りたい意図やイメージによって必要になってくる技術は違います。自分が撮影した自撮りに満足できない、違和感があるっていう時は自分に必要だと思う技術を調べて研究をして練習をしていきましょう。この動画がいいと思ったらいいねお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。今日何回目かな。今日何回目かな。これは消防車か。撮影する自撮り棒やマジで言ってる？マジで言ってる？今日何回目ですか？今日すごい通るね。今日はすごいよ。今日はすごいよ。ちょっと何回目だろう。